皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリの値のコピペについて説明するのだ。行きましょう。まず普通のコピー&ペーストについて説明するね。基本操作で説明したように画面の右側をタップするとコピペと履歴のダイアログボックスが開くのだ。この中の青いボタンで画面の数字をクリップボードにコピーできるのね。このアプリだけでコピペを使う場合はどちらの青ボタンでも気にせずにコピーができるよ。逆に言うと他のアプリに持っていきたい場合は使い分けを考えた方がいいのね。表示テキストをコピーでは桁区切りされた内容がコピーされるよ。文書などに貼り付けしたい場合にはこちらがいいと思うよ。数値をコピーでは生の数字がコピーされるね。他のアプリで計算に使いたい場合にはこちらの方が良さそうだね。桁区切りされた内容を数値として受け入れることができないアプリもあるから、特にこだわりがなければ数値をコピーを使う方が良さそうね。クリップボードから貼り付けしたい場合には貼り付けボタンを使うのだ。このアプリでは数値形式、桁区切り形式どちらでも貼り付け可能だよ。だからコピーの青ボタンはどっちでもいいと言っていたので、普通のコピペは電卓のボタンでも可能なのだ。例えば出荷時の計算機セットこだわり電卓に2コピー貼り付けボタンが含まれているよ。こちらであればボタン一発でコピーや貼り付けができるのね。この計算機セットだけでなくどの計算機セットでも設定画面からカスタマイズしたらコピー貼り付けボタンを追加することができるよ。コピペのボタンを選ぶときには絞り込み条件として紫色の計算履歴を選択すると探しやすいわね。このように計算機セットをお好みに合わせてカスタマイズすることができるのでご自身が使いやすい計算機を作ってみてほしいのだ。できたわね。このアプリ内の計算機の間でいちいちコピーしてから貼り付けるのも面倒だよね。そこでコピペと履歴のダイアログボックスにはもう一つボタンを用意してみたのだ。オレンジ色の最後の計算を貼り付けボタンね。これはどのように使うのかしら。ボタンを押すと計算機セットにかかわらず直前の計算結果を引いてくるよ。例えば計算機1で象形を進めて計算機2にその値を引いてくるといったことができるよ。ここでは計算機1から256を引いてきたわね。さらにこのオレンジ色のボタンを長押しすると計算の履歴が簡易表示されるよ。この中から項目をタップするとそれが貼り付けされるのね。最後の計算結果とは計算が発生しさえすればそれが対象となるよ。例えば 1+4+6 という計算をしようとしていた時を考えると 1+4+ を入力した段階で最後の計算結果として5が得られるよ。イクオールで計算を完了したものだけを対象とするいわゆるラストアンサー機能とはまた異なるのね。ラストアンサー機能は別途用意されているからそれはまた別の動画で説明するね。以上がこのアプリの基本的なコピペ操作なのだ。いくつもルートがあるからご自身の使い道に合わせた方法を使ってね。それではまたお会いしましょう。